欠かせないもの、日本の薬局とはまた違うかもしれないお土産編です。ここに全部入れていきます。シアストーク、皆さんこんにちは。アルナナチャンネルのナナです。今回の動画ではパッキング風景をシェアしていきたいと思います。日本一時帰国っていうのは前々から言ってると思うんですけれども、ついにね、明日ハンガリーに帰ります。ちょっとね、もう前日なのでキャリーの中に荷物をどんどん入れていかないといけないなっていう時になりました。私が日本から持っていく、海外に住んでいても絶対に必須っていうものを厳選したので、そちらの方を紹介していきたいと思います。あとですね、お土産で何を持っていくかっていうのもシェアしていきたいと思います。パッキング風景ですね。リアルです。これがめちゃめちゃ量があるので、これが果たしてキャリーの中に入るのかっていうのもね、動画で撮っていきたいと思います。もしかしたらオーバーする可能性はある25キロなんですよ。入るかな本当に。まあいいや、もうちょっととりあえずちゃちゃっと商品を紹介していきたいと思います。それではどうぞ。今回はこちらのキャリーで持って帰りたいと思います。サイズはこのサイズですね。バックパックとキャリーの中に詰め込んででどうにか持っていっています。まずはですね、ユニクログッズです。やっぱね、ハンガリーの冬って寒いんですよ。私的にはもうウルトラダウンだとかヒートテックっていうのは欠かせないものの一つなんですよ。リヴァイもすごいね、ユニクロ好きなので、ヒートテック上下買ってきてっていう風に言われているので、ヒートテックは、必須です。あとはズボンとかですかね。今回は2枚ですよね。下着は絶対に持ってった方がいい。私みたいにちょっと小胸の方でしたら、もう日本からブラジャーもパンツも、持ってった方がいい。パンツはどうにかなるかな。ブラジャーは絶対持ってった方がいいと思います。衣類はね、そんなにだから持ってかないかな、私は。で、次は日用品ですね。ハンガリーと日本って水がまず軟水硬水っていうので違うかったりとか、美容院に行ったとしても使う液が全然違うかったりするんで、こう日本人の髪質にね合う合わないっていうのはあるんですよ。前ね、ワーキングホリデーでハンガリーに行った時にあっちでねシャンプーリンス使ったんですけども、途中からバサバサ切れてっちゃって、で死んだんですよ、髪がひとまずもうシャンプーとリンスは日本のものを使うっていうのはもうできるだけしています。ヘアオイルは最悪向こうでどうにかなるけど、一応私は日本に帰ってきた時は持っていく。あとは化粧品ですね。乳液とか化粧水っていうのはこうでも自分に合うものを見つけたんで持っていく必要はないなっていうふうに思ってるんですけど、どうしてもね、化粧品ってなると、前 BB クリームとか買ったらもうめっちゃ色が浮いてる、地黒なんですよ。自分が色が全然違くなっちゃって、ひとまずその BB クリームだとか、あとはその口紅かな。口紅とかは日本のものを使ってますね。眉毛描きとかっていうのは割と私ハンガリーのやつの方が好きだなっていう感じでした。それから薬はもうさすがに自分に合う合わないがあるんで、もしかしたら海外のものが合うっていう人も中にはいるかもしれませんけど、私の場合は薬は基本的に日本から持っていきますね。例えば頭痛薬だとか、昔から私喉痛くなりやすいんでね、この喉ヌールは必須なんですよ。この湿布とかもないんですよね、向こうって。そうだからサロンパス、普通にDM とかそういうところで薬局はあるんですけど、そこに日本みたいにこういう薬みたいなやつはあんまり売ってないんですよね。サプリメントはあるんだけど。そうだからそれ専用の薬が置いてあるところに行かなきゃいけないんですね。日本の薬局とはまたちょっと違うかもしれないな。また動画でシェアしますね。そうだね、結構違うかも、薬局ってこれかな。日本のやつってこういうところで、たとえこうやって切ってたとしてもここの中に入ってるじゃないですか。でもそれがハンガリーにはないので、リヴァイはこれが欲しいって言ったから日本の爪切りを持っていきます。次は生理用品なんですけど、夜用ナプキンは私は数枚持ってってますね。量が多い方とかは多分日本から持ってった方がいいかもしれない。昼用のやつはもうね、全然ハンガリーのやつって大丈夫でした。あとは入浴剤。私がハンガリーに帰って欲するものって言ったら、日本食とお風呂と家族友達なんですよ。足湯とかでもいいから、もうこれを入れてね、時々リラックスできたらなって
りしてます。次なんですけど、食品ですね。もうね、日本食が大好きすぎて、私ないと生きていけないんですそうだから向こうでもアジアンショップで日本のねお米をね買って生活をしています。高いですけどね。そうでもお米は本当にね私にとっては欠かせないものだからね、もうしょうがない。それはね、ハンガリーのアジアンショップに行くとカレー粉は売ってます。カレー粉とか、あと醤油とかのり玉も時々売ってたりするし、中華系のものとかも普通に売ってるし、めんつゆとかも売ってる時もあれば、ゆかりとかトッポとか売ってますよ。もう割とね向こうに売ってるものはあります。だからアジアンショップもまたシェアしますそういえばなんかいろいろシェアしたいことがたくさんありすぎる。でそう今回私が日本から持っていくのは何にでも使えるからめんつゆと片栗粉、リヴァイが大好き唐揚げの粉、塩昆布使えますよね。何にでもこういうふりかけのものだとか、シャンタン、これはね多分アジアンショップにね割とあるかも。これはちょっと日本人向けになってるのかな若干。お好み焼きの粉、このおたふくのやつ私大好きなんです。リヴァイのねお母さんがねめちゃめちゃ好きって言ってくれて、だからお土産がてらにというのかお好み焼きめちゃめちゃ気に入ってくれたんですよ。美味しいらしいです。白玉粉ね、向こうにいる時時々白玉ってかお団子が食べたいなって思う時があるので、白玉粉ときな粉は今回持っていきます。そう毎年うちはね年末に いとこたちとかも呼んでお餅つきをするんですけど、私はねそれを毎年毎年とっても楽しみに、していますけど、今回はちょっとハンガリーに行くということで、だけど私も団子が食べたいっていうことで、その家族たちがここでねお餅つきをしてる時には私も一緒にこれを食べて楽しもうかなって思っています寒くなると食べたくなるお鍋、私毎日鍋でもいいって思うぐらい鍋が大好きだから、こういうのはね絶対売ってないんで向こうに。鍋の素海苔ですね。味付け海苔とかはねなかったかな、わかんないけど今回ちょっとお母さんのお友達にいただいたのでありがたくですね、こちらの方ここら辺の方は持っていかせていただきます。ありがとうございます。いつも本当に。あと味塩だな、味塩とか味の素、こういうものもあると便利なので持っていきたいと思います。お酢はどうにかなる、向こうにあるから。韓国系のものとかでもね味ちょっと違うけど、砂糖もあるし塩もあるし、料理酒は私はワインも使ってます。白ワイン、味が少し変わるかもしれないですけど、一応もう代わりにはなるんで、もう代用品として白ワインもね料理酒の代わりに使っています。あとはそうだな、そうリヴァイがねお弁当を食べたいって時々言ってくれるので、お弁当箱はね向こうにあんまないんで100均でねこれはね買ってきました。この弁当箱に使えるこういうのとか、これはちょっと違うこれはね年末をねちょっとでも日本をこう楽しめるようにと思ってだるまさんと100均でこんなの買いました。ハッピーニューイヤーあとはやっぱあっち100均ないからさぽいところはあるんだけど、100均はないからさ、日本の100均って何でも売ってるじゃないですか。便利グッズっていうんですか、100均の便利グッズはね割と持っていきますね。なんかねヨーロッパに100均進出してこればいいのにっていつも思うんですけど、やっぱ入手するのが難しいんですかね、こういうものを。なんかねあったら絶対いいのになって思うんですけど、そう日本語をね教えよう、あっちで教えようと思ってるので、こういう日本語を教えるための本。そう水筒、私いつも水飲むんで水筒絶対に大事なんですよ。で中洗いたいんだけど奥まで届くこういうスポンジがないんで、今回はね日本からこの水筒、これちょっと哺乳瓶用なんですけどうちにあったもので代用です。あとはこういうお味噌汁ね飲みたくなると思うんで器とかね、味噌はね向こうに売ってます。あとはもう私もリヴァイもラーメン大好きなんで、ラーメンのレンゲお箸も一応向こうにも売ってるんですけどね、軽いんで箸は持っていきます。食器はこんな感じですね。次は、お土産編です。
いつもね何持ってこうかなって私もね悩んでいるんですけど、今回はもうリクエストがありました。お姉さんたち、リヴァイのお姉さんたちもね日本にこの前結婚式の時ね来てくれてたので、なんか日本にどういうものが売っててどういうのが好きだよっていうのも分かっています。なんでもうリクエストがあったこれです。ガーナのホワイトチョコ、これがすごい美味しかったみたいなのでこれを買っていきます。焦がしミルク、ブラック、ノーマルも買いました。それからこの前出したキャンプの動画見てくださいましたか？皆さん見てくださいましたか？もう最高ですよね。そう、私の友達のなおちゃんがね富士ラバーですので、ふもとっぱらキャンプ場を紹介してくれて行ったんですけど、もう綺麗すぎて、でキャンプも私大好きだからもうダブルパンチで最高でした。そうごめんね、その時に買ったこれ何かわかりますか？お酒なんです。まさしくね日本でしょ。日本酒がね中に入ってるらしいんですよ。私も欲しいぐらいだわ。リヴァイが大好きなレモンチューハイ、私も大好き。もう一つねリクエストがあったのでこれも買っていくんですけど、これは日本のお茶ですね。そう前日本から買っていったのがすごい美味しかったっていう風に言ってたんですけど、その種類が分からなかったみたいで忘れちゃったみたいなので、ちょっともう当てずっぽうで買っていきます。もし違うかったらごめんなさいって感じですけど、そう京都に行った時にこれもね買ってったんです。リヴァイの義理のお兄さんにですね、お香リラックス効果があるもので日本らしいものって何かあるかなと思ったらお香をお土産に買ってみました。これもねリクエスト、リヴァイのお母さんママからのリクエストなんですけど、この中身はこれです。前お姉さんが買っていたものでこういう感じの掛け軸がねあったんですよ。でそれを見てリヴァイのお母さんがこれ私欲しいから買ってきてほしいって言ったので、ちょっとねネットで調べてみたらあったんですよ。結構ね Amazon とかね楽天とかで見るとなんかこういう日本らしいものとかも売ってたりするんで調べてみるといいかもしれないですね。これも一緒、その京都に行った時に買ったお姉さんたちとかみんなね本を読むんでこういうのとか、これはしおりですね。これも日本らしいでしょ、かわいい。あとはね私がね日本に帰ってきたら絶対に向こうの姪っ子ちゃんたちにあげるものですね。なんか黒色のところをペンでガリガリガリって削っていくとこう色が出てくる、絵が出てくるっていうやつでこれねダイソーでね売ってるんですよ。気に入ってくれたのでこれはね毎回日本に帰ってくると必ず買います。これはもう愛しのリヴァイに、もうリヴァイはね日本に初めて来た時にブラックサンダーに恋をしていましたで多分私たちの出会った時の動画を見てくださった方は知ってると思うんですけど、私たち出会ったのってスキー場なんですよね。で毎晩ねナイターがあるんでスノーボードを一緒に滑ったりとかして、その後ですねリヴァイが絶対にコンビニに行ってブラックサンダーを1個とか2個買って帰ってくるっていうのをやってたんですね。だから私もそれに一緒についてってこう、それがある意味こうデートみたいな寮だったのでこうずっと一緒にいられる場所はなくて、だからそういう時にこう一緒に散歩に行って寒いねとか言って手つないだりしてキャーみたいなねもうキュンキュンでしたよ。今もキュンキュンしますよもちろん大量じゃじゃーんブラックサンダーちゃんを愛しのダーリンに持って帰りたいと思います。てな感じですかね。ひとまず今ご紹介しました。はい、これらをね今からちょっとパッキングしていきたいと思います。入りますように。まず私はいつもやっているのはすぐに必要なものですねたちはここに全部入れていきます。こういう書類だったりとかパソコンですね。パソコンは絶対にこっちに入れていかなきゃいけないんでこっちに入れて筆記用具とあとは防寒具ですね。これもねめっちゃいいよ。めちゃめちゃコンパクトじゃないですか。もうこいつをやるとねこう簡単にこんな風になってこうやって
うやってできるんですよ。めっちゃ楽。しかも荷物にもならないし、旅行結構行く人たちとかね、こういうの持ってるといいかもしれないですね。私がまずパッキングをするときに入れていくものなんですけど、下の部分がさ硬かったりするとさ割れやすかったりするじゃん。だから私の場合は衣類をねまずね敷き詰めていきます。この下に。前さ圧縮袋とか使ってたんだよ。でもね自分気づいちゃった。圧縮袋をやったところでなんか量が変わった感じではなかったで私は思ったから使ってません。圧縮袋最初は使ってたよ。私も衣類でねこういう周りを覆って割れないようにするっていうのをやってますね。よし、重量を測っていきたいと思います。果たして25キロ以内に収まってるでしょうか。まず自分の体重。久々日本食いっぱい食べちゃったから太ってるわきっと。やばい、体重めっちゃ増えてる。はい、まあいいや。はい、日本じゃないハンガリー帰ったらダメとします。運命の瞬間です。よいしょ。今の重量こちらでございます。ドーン 26.7 2キロオーバーしている。減らさないとこれは。どうしよう。何を減らせばいい。でもさ待ってこっちの重さ全然だから、これにだってプラスでさ化粧品が増えるじゃん。化粧品と待ってこいつをまずね測るわ。そう今こっちのバックパックの重さが 5.5 キロあるんですよね。だからあと2キロということはこっちに2キロ入れればちょうどよくなるっていうこと。そういうこと。どういうこと。ちょっと待って、頭がパニック。カタール航空で私帰るんですけど、機内持ち込みの荷物が合計7キロまで OK で、今 5.5 キロなのよ。でキャリーの方が2キロオーバーしてるということは、少しだけ減らしてリュックの方に2キロ分入れればパーフェクトじゃない。よしやろう。ちょっと待って。よっ。いい？やったー、25キロ以内に収まりました。余裕。こっちも6キロ。じゃあよかった。これで、無事なんとかなりました。よかった。パッキングって大変。疲れたね。疲れた。無事なんとか終わりました。お疲れ。この子たちと共にまたハンガリーに戻りたいと思います。なんか前はねリストとかもね作ったりしてたんですけど、もはやもうリストも作ってません本当に大事なこのパソコンだとか、その携帯、お金、パスポートとかその辺さえあれば、もうあとはね最悪どうにかなるんででもまあ今回そうですね、私が持って帰るものたちはこんな感じでした。いかがだったでしょうか。多分ねこれから先海外に行かれるっていう方もいらっしゃると思うので、この動画が少しでもそういう方たちのお役に立てればなというふうに思います。次の動画でお会いする時にはもうハンガリーに戻っていると思うので、愛しのリバちゃんのもとに、帰りたいと思います。はい、それではこの動画いいなと思ってくださった方、いいねやコメント、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。いつもご覧いただき本当にありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。次はハンガリーでSee you soon!